今回の森美術館での展覧会「魂は震える」っていうのは2年前にお話しいただいたんですけども、この展覧会が決まった次の日にお医者さんに12年前のがんが再発したことを告げられました。もう生きてることに精一杯っていう中で制作をしてて、それが今回の展覧会の準備をするのにすごく軸になったっていう。美術家の塩田千春です。72年生まれ、出身地は大阪です。人がいなくなった時にその人の存在はいないんだけども、その人の記憶であったり心の感情とか魂とかそういったものを感じる不在の中の存在っていうのを考えながらインスタレーションを作ってます。作品の点数120点ぐらいなんですかね。メインが4つのインスタレーションになってます。エレベーターのところでそのどこに向かってっていう白いボートの作品があるんですけども、入ってくるきっかけになればいいなと思って上から吊るして展覧会に入ってきて、その不確かな旅という赤い糸の船の作品があります。でその中に赤い糸で天井から編まれていて、船っていうのはすごく海に出て、しかもその船に乗っている時はすごく孤独、しかもその船がこうひっくり返ってしまったら死んでしまう、人と人をつなぐ赤の糸を使っていて、死ぬかどうかわからない航海に出て、しかも孤独で宇宙とつながってるっていうのを、最初もともと絵描きになりたくて、幼稚園の5歳の時の絵から美大に行って、絵の中ですごく限界を感じて、二次元の世界の中で私自身がどこにもないっていうことですごく苦しんで、その後にインスタレーションに移りました。パフォーマンスとその油絵からインスタレーションになる間にやって、最初はエナメル塗料をかぶるビカムペインティングっていうパフォーマンスがあって、その後土になったんですね。泥水をずっとかぶり続けているバスルームっていう作品。9歳の時に隣の家が火事になって、もちろん壊れて真っ黒焦げになって、もう誰も弾けないし音も出ないんだけども、でもなんかそれ以前よりも増して存在感が出てきて、ものすごく綺麗だなと思ったんですね。静けさの中にっていうタイトルで焼けたピアノと、それを聴くオーディエンスを焼けた椅子でコンサートのような形を作って、自分の本当に言いたいことっていうのはいつもその声に音がないのかもしれない。新作の部屋なんですけども、在外化された身体。自分がその抗がん剤治療をやっている時に、体がすごくバラバラになっていく気持ちになって、でその自分の体のパーツを型で取ってブロンズに置き換えて並べて、そこに赤い紐をつないだり展示しましたね。最後の部屋に440個のスーツケースでアキュミュレーション目的地を求めてっていう作品があるんです。よく世界中を飛び回って展覧会をしていて、今回森美術館で308個目なんですね。自分でも大変な病気になったこともあって、私たちは一体どこに向かって何を目的にして生きているのかなっていうような気持ちを考えながら作品を作ってでしか伝えることができない。見に来てくれる人の顔を見て、そのインスタレーションの中にずっと見て、ふと毎日の忙しい時間を忘れて感動してるとか、何かすごい感じ取ってくれてる姿を見ると、本当に自分が救われたような気持ちになるんで、そういうことを考えると、魂っていうのは本当に永遠に宇宙と同じぐらいの長さで生きていくのかなっていうのを思います。